どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。いや、Apple の発表会である WWDC2022 ございました。そこで MacBook Air がね、新しいデザインでね、4年ぶりに登場しましたよ。大体4年ぶり。ただ問題はですね、お値段です。はい。これ前回の動画でも話しましたけども、M2MacBook Air はですね、アメリカ価格で$1199、日本円で16万4800円から、税込みというところでですね、円安の影響ですね。今1ドル130円以上いってますけども、もちろん本体はね、軽いエアーなんですけども、お値段は軽くない。はい。ということで、前回の動画ではですね、M1 の MacBook Air ですね、今までのモデルと比べて、どっちがいいのかっていうところですね。こういった人は M1 がいいとか、M2 はね、こういった人がいいんじゃないかっていうところ、お話ししたんで、ちょっと予算をね、抑えたいみたいな方は、そっちをね、見てもらえればと思うんですけども、今回は特にこの M2 MacBook Air ですね、と、もう一個上の上位モデル、Pro の14インチですね、こちらとどっちがいいのかっていうのをちょっと焦点当ててね、お話ししていきたいと思います。で、M2MacBook Air ね、これカスタマイズしていくと、勘のいい方はね、お気づきかと思うんですけども、ここにね、だいたい4万円ぐらい足すと、プロ14インチ、あれ買えるんじゃねってね買えるんじゃねってね、思っちゃうんですよね。僕自身もね、今ちょうどプロ14インチね、使ってるので、そこら辺もね、参考にね、できると思いますんで。で、僕もちょっと M2 Air にしたいかなと思ってるところがあって、そこの理由とかもね、一緒にお話ししようかなと思ってます。M2 MacBook Air と Pro の14インチ。比較しつつ、できる限り分かりやすくね、今回も、解説しますんで、どういった方が、じゃあ、なんで M2 Air おすすめで、Pro 14インチはこういった方がいいんじゃないかなっていうところもお話ししようと思いますので、まだチャンネル登録しない方はね、ぜひ、横の数字ベルも一緒に押してから動画、ここから進んでもらえればと思います。ありがとうございます。ボタン押してくれましたね。はい。はい、準備大丈夫でしょうか。では、始めていきたいと思いますけども、ということで、まずはちょっと簡単にですね、MacBook のラインナップ、これどうなっているのかっていうところですね。とりあえずちょっと全体像からね、見ていきましょう。で、今 MacBook これ大きく分けると、4つになりました。で、まずは MacBook Air が2つですね。なんで今までの M1MacBook Air と今回出ました M2MacBook Air。の2つになりまして、で、プロモデルもこれで今度2つになりましたというところで、13インチと14、16インチのモデルですね。ここで大きく2つ分かれるかなというところですね。はい。で、今回一応プロの13インチに関しては、登場して新しくなったんですけども、変わったのはこれ中身だけなんですよね。はい。なんで、いわゆるその M1 チップから M2 チップというものにね、変わりまして、Air と同じですね、基本的には。なんで、基本的に Air と同じかなと思ってもらって大丈夫ですね。あんまりね、ちょっとおすすめしないっていうところがあって、これ買うんだったら正直 M1 でもいいかなところはあるんで、そのデザイン的なところはね、何にも変わってないんで。で、今回比較するのが、この M2MacBook Air と Pro の、14インチですね。もちろん一番安い価格で見るとね、10万円ぐらい差はあるように見えるんですけども、容量とかね、メモリとかそもそも中身が違うっていうのがありますので、仮にね、じゃあプロのこの14インチの、スペックというか性能と同じものにこれ合わせてみたいと思うんですけども、なんでつまり、プロセッサーはね、10コアのモデル、GPU はちょっと違うんですけども、モデルにしてメモリを 512GB に合わせて、メモリを 16GB に合わせて、容量ですね、データの保存容量を 512GB にこれしてみますと、あら不思議。そうすると、M2MacBook Air のお値段がですね、約24万円になります。税込みですね。普通に高いですね。はい。プロの、14インチっていうのは GPU が14コアになるんですけども、最安で27万4800円から。はい。今回ちょっと値上がりしたんですけども、だって3万8000円差ですね。さすが Apple というところで、これ絶妙な価格設定になっておりますね。で、じゃあどっちがどういう方にね、おすすめなのかっていうところ、はい。ちょっと話す前にですね、まずちょっと簡単に、M2 Air と MacBook Pro 14インチ、じゃあ何が違うのかっていうのをね、ちょっと5つにね、まとめましたので、細かいところを見ていくとね、いっぱいあるんですけども、一応細かいところでですね、M2 Air の動画と、あと MacBook Pro ね、14インチに関してはレビューの動画もありますんで、細かいところ知りたい方はね、そっちを見てもらえればと思います。ということで、まず1つ目の違いとしては、画面ですね、ディスプレイの違いなんですけども、M2 MacBook Air は 13.6 インチで、MacBook Pro はもちろん14インチですね。ちょっと大きめになってますね。14.2 インチかな。
正確には。で、分かりやすく言うと、プロの方がまず綺麗っていうのはもちろんなんですけども、で、画面が明るくて、滑らかっていうね、この3つのポイントを押さえておけばいいんじゃないかなと思います。プロは、ミニ LED というね、ちっちゃい LED がね、ブワーって入ってるんですね。敷き詰められている、リキッドレティナ XDR ディスプレイ。になってます。XDR がポイントですね。綺麗なんじゃないかなと思うんですけども、ただここは肉眼で見てすごい違うかっていうと、僕はそんな感じないかなっていうところはあります。もちろん綺麗なんですけどね。で、明るさに関しては、ここはね、結構使ってみても違いは感じるかなっていうぐらいで、プロは一応1000ニットですね、普通の段階で。HDR っていうコンテンツの時は1600ニットまでいけるんですけども、M2 は500ニットなんで、大体倍ぐらい明るいっていうのはありますね。画面は見やすいっていうのはあります。画面の滑らかさに関しては、プロの方が 120Hz っていうですね、1秒間に120回画面が書き換わる画面で、なんで使っててなんか気持ちいいね、ヌルヌルしてるみたいな感じはありますね。iPad Pro とか iPad Pro とかもそうなんですけども、プロモーションテクノロジーっていうのがね、iPhone 13 Pro とかもですね、と同じものが対応してますので、そういったところが違うかなと思います。で、2つ目、性能に関してなんですけども、じゃあこの M2 チップと M1 Pro で、一応今回比較しますけども、ややこしいんですけども、M1 Pro の方が、性能は、全然いいです。M1 と M2 チップっていうのは、8コアの CPU っていうのが入ってるんですけども、これどっちかというと性能ももちろんあるんですけども、その上で性能というよりはどっちかというと電力の消費を抑えるような構成になっておりますと。で、バッテリー持ちと、なんでこの性能のバランスの良さっていうのをね、兼ね備えた構成になってるんですけども、で、M1 Pro は、10コアの CPU ってね、ちょっと多めになってるんですけど、はい、そのうち、その中の8個っていうのをもう性能ですね、高性能コアっていうんですけども、性能のために使うので、どっちかっていうとやっぱパワー重視の構成になってるんですよね。なんで結構一瞬のパワーとかはあるんですけども、その分やっぱバッテリー性能とかちょっと落ちるっていうところはありますね。そこで関連してくる3つ目、バッテリー駆動時間の違いなんですけども、どれぐらい違うかっていうと、じゃあ M2 ですね、MacBook Air が大体ネットサーフィンとかでワイヤレスインターネット接続で約15時間の駆動時間最大ですねに対してプロ14インチが11時間っていうところで、動画の再生時間に関しては1時間ぐらいの差、17時間とか18時間なんでね、そんなに変わんないかなっていうところではあるんですけども、はい。で、M2 は、ちなみに M1 とも一緒ですね。M2 と M1 一緒って感じで。で、4つ目大きな違いとしてはですね、接続端子ですね。で、M2 MacBook Air は、今回 MagSafe っていう磁石でね、カチッて充電するタイプのものは、搭載したんですけども、あとは左側にサンダーボルト3に対応した、接続端子ですね。これが、2つで、右側にヘッドホンジャックですね。それのみになってまして、で、対して MacBook Pro の方はですね、基本的に必要なものは大体ついてるかなっていうところで、左側っていうのはほぼ同じですね。MagSafe とサンダーボルト、こっちは4ですけど、2つついてて、右側に SD カードスロットとか、HDMI ポートと、一応 USB-C ももう1個ついてます。例えばじゃあ外部のディスプレイと接続するときですね、HDMI とかは。あとは SD カードスロットは写真とかね、画像とかを読み込むときに必要になりますけども、それがそのまま、できるんで、はい。確かにここは便利ではあります。で、最後5つ目はですね、もちろんこれサイズと重さですね。これは全然違うんですけども、M2 MacBook Air はプロと比べると、全体的にやっぱコンパクトでやっぱ軽くなってます。重さとしては 1.24kg と 1.6kg に差になりますので、360g 違いますね。360どれぐらいですかね。ビールの350ml 缶ぐらい。はい。これでも結構割と違うんじゃないかなっていうところで、はい。一番の違いはここかなと思いますね。なんでやっぱコンパクトで持ち運ぶことが多かったりするんだったら、やっぱり M2 MacBook Air とかの方がね、非常に分があるかなっていうところで、僕の場合はですね、プロの14インチを、要するに、ほとんどフルスペックみたいな感じで、それを今メイン PC としてね、使ってるんですけども、他の方も言ってるんですけど、やっぱプロからね、M2 Air に僕もしようかなって思ってます。一応そこも検証しようと、乗り換えとか置き換えれるのかなっていうのもちょっと検証したいというのもあって、はい。で、その理由についてまずちょっとお話しすると、最初ね、さっき言いましたけども、14インチね、14インチでも結構重いんですよね。はい。厚さもありますし、1.6kg なんで、これなんかいい例えあるかなと思ったんですけども、大体1.5リットルのペットボトルあるじゃないですか。ちょっと大きめのやつ。で、あれを、
あれよりちょっと重いぐらいなんで、あれずっと持ち歩いてるみたいな感じですよね。バッグの中に入れて。はい。まあ、完全に変態。完全変態ですよね。でかいやつずっと持ってるみたいな。はい。持ってる人いたらすいません。まあ、要するにカバンに結構やっぱ入れてね持ち運んでると、まあ、結構肩とかね腰くるんですよね。まあ、なんで軽くしたいなっていうところが1点。なんで逆にこれ M2 エアおすすめの方っていうのはやっぱある程度ね、まあ、性能っていうのもね、まあ、もちろん兼ね備えつつもやっぱ持ち運んだりとかですね、やっぱその携帯性のところ、そういった方を求める方はやっぱ性能はねもちろんプロに比べたらまあもちろんね多少落ちるとは落ちますけど、まあ全然 M2A でも十分ね性能あるんで、だったら M2 エアでもねいいんじゃないかなと思ったりします。でプロ14インチにするなら、まあ、もし、おすすめの方としては、まあ、性能がやっぱ必要なんだけども、まあ、でも持ち運びたいみたいな、まあ、そういった方かなっていうところで、まあ、基本的な作業は、まあ、例えば自宅とかねまあ固定された場所でやるんだけども、はいまあ、たまに持ち運ぶとかね、まあ、そういったぐらいだったらね、まあ、逆にその持ち運べるデスクトップみたいな感じではあるので性能的にはありかなと思うんですけども、まあ、別にただまあ M1 のね時点でまあ 4K 動画で例えばじゃあ編集したりとか、まあ、そういうのは普通にできてたんで、まあ、基本的に 90% の人ぐらいはですね、まあ、正直 M1 プロチップとかはまあそこまで必要ないのかなって思いますけどね、はいまあ、やっぱり性能ができるだけ欲しいっていうね、お仕事で使うとかそういうのはまた別ですけど、まあちょっとなんで僕はねまた M2 でじゃあどこまでいけるのかっていうのもちょっと試したいっていうのもありますし、あとまあバッテリーの面でね今 M1MAX っていう、まあ、M1 プロと M1MAX チップってもう一個上のあるんですけども、それ使ってるんですけど正直あんまりバッテリー持ち良くないんですよね。めちゃめちゃパワーあるんだけど持続力はないみたいな感じで、 M1 プロだとねまだちょっと良かったりするんですけど、まあ、なので、まあ、軽さを重視したいのとやっぱバッテリー持ちですね。まあ、性能面についてもまあおそらく M2 で事足りんじゃないかなって思いますんで、まあ、そこら辺でやっぱ M2MacBook Air に僕は変えようかなっていうところ、置き換えれないかなっていうのを今狙っております。まあ、もちろんね14インチも結構まあいいんですよね。やっぱ画面綺麗だったりするし、音やっぱね空間オーディオの、音とかもめちゃめちゃいいんで、まあ、性能的には満足なんですけども、ただちょっとオーバースペックだなっていうのも正直あって、ただちょっとまあ懸念点あるとすればメモリが一応 24GB までしか、まあ載せれないので、まあ、今、32GB のモデルを僕は使ってるんですけども、まあ、若干そこでも怪しいところがあるんで、はいまあ、ただ普通の方は全然問題ないと思うんで、もう 16GB もあればね全然8GB でも全然いいと思うんで、ということでちょっと参考になればね幸いでございます。プロの14インチにするんであれば、まあ、用途によりますけどもちろん、まあ、一番安いね最小構成でもね全然ね十分だと思いますね。 M1 プロメモリ 16GB 容量も 512GB あるんで、まあ、他にもねレビュー動画がですね、まあ、M1MacBook Air ももちろんですし、プロモデルですね14インチM1 プロと、M1MAX のレビューとかもあるんで、まあ、M2 もね上げてるんで、そっちもねぜひ参考にしてもらえればと思います。もしなんかこことね迷ってるんですよねとか、こういうモデルとモデル迷ってますみたいなコメントあればねぜひ気軽に教えてください。はい、で M2 Air もね、まあ、一応僕も購入してレビューいたしますので、ぜひちょっとチャンネル登録してね横の筋ベルも押してお待ちいただければと思います。でいつもねこれ動画見てくれてるけどまだチャンネル登録してなかった方はぜひねお願いしますね。あとまあ Apple Watch とか今後、出そうと思ってるのは AirPods Pro の第2世代、まあ多分秋頃出るんじゃないかって言われてるので、そこのこんな感じになるんじゃないかって動画をね出しますんで、はい。ということでまた次回の動画でね次の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。ちょっと M2、14 インチがさ重すぎて本当に M2 にしたいっていうのは、まあなんか他のね YouTuber の方も言ってましたけども、それはもう僕も非常に感じてたんで置き換えたいね。できれば、メモリだけがちょっと心配だけど、はい、性能は多分ね 4K 動画とか使わねえし俺いやー置き換えたい、重い。